衝撃の新事実、鹿児島県の天孫降臨の地で古代の天体観測所が発見されました。この神社の巨石群は端から端に至るまで、太陽の軌道を観測するために設計された岩倉であることが分かりました。巨石群がある方向が北側になり、境内と鳥居はこの反対側の南側にあります。妙見神社の奥には、花のような石組みがあります。この石組みは1年を通して太陽の観測をすることができる石組みです。花の石組みの前では、中央の丸い石の前に立ってください。この位置から夏至、秋分、冬至、春分と1年間の代表的な4つの節気の太陽が昇る様子を見ることができます。夏至の頃の太陽は図の位置から現れました。夏至の頃の太陽のタイムラプスです。実は太陽が岩の側面を昇っているとき、岩倉の中では太陽観測のための次の仕掛けが観測時間を迎えようとしています。太陽が見え始めてしばらくすると岩倉の中が明るくなってきます。中に入ってみましょう。岩倉は腰をかがめないと入れません。内部は大人が3人ほど入るといっぱいになるような広さです。6時50分くらいになると岩と岩が作り出した屋根に太陽が光り輝いているのが見えます。この時、光が伸びている方向に目を向けると、岩の下が空洞になっており、そこに光が溜まっているのが確認できます。これらは、今まさに夏至の頃ですよ、という天体観測者のメッセージです。岩倉は外だけでなく内側も太陽観測のために石が配置されていることがわかります。最も太陽が高い位置に来る夏至の季節から、秋分、冬至と太陽の軌道は図のように右側に移動していきます。2024年度の秋分の頃の朝日のタイムラプスです。秋分などの節気の当日がお天気が悪い場合、前後の天気が良い日に撮影しています。冬至の頃の太陽はこの位置です。1時間ほど時間を巻き戻します。冬至の太陽が出てくる場所に近寄ってみると、草木に隠れて見えにくいですが、冬至の太陽が昇ってくる位置に岩があり、その岩の割れ目の後ろ側から朝日が昇ってきているのが確認できます。後ろの割れている岩は、この位置が冬至の頃の太陽が昇る位置であることをさらに強調するために置かれていると思います。古代の天体観測者はこのように、太陽観測の痕跡を一つだけではなく、補強的に残していることがあります。冬至の頃のタイムラプスです。太陽は最も低い軌道を描く冬至を過ぎると、夏至の頃の高い軌道へと再び移動していきます。2025年度の春分の頃の朝日のタイムラプスです。春分の太陽は秋分の頃とほぼ同じ軌道を描きます。春分の朝日が出る位置の岩の形をよく見てみると、太陽が出る部分に刻みがあるように見えます。ここから太陽が出ますよ、と言っているかのようです。線に見えた部分に近づいてみると、岩の表面になだらかな凹凸がありました。天体観測者が残した太陽観測の痕跡です。実は、太陽の観測ができる位置は決まっています。調査を始めたとき、最初に立ちはだかったのは、太陽観測は一体どの位置から行われていたのか、という問題でした。というのも、太陽の見え方は、わずかに歩いただけでも大きく変化してしまうからです。つまり、観測に適した特定の位置が存在していたはずであり、もし本当に太陽観測が行われていたのであれば、その観測点は定まっていたに違いないと考えられるのです。もしも自分が天体観測所を設計するのであれば、観測位置がわかりやすく、他の人にも伝えやすい場所にするだろうと思いました。花の石組みは印象的で記憶に残りやすいです。夕日の観測スポット。次は夕日の観測スポットを案内します。夕日の観測スポットは、巨石群の中央の石組みの後ろ側にあります。夕日の観測は、
石と石の間が開いている場所の前に立ち、吹上浜の方向を向いて行います。足元には台形の石がありますので、その石の後ろに立ってください。この台形の石は、古代の観測者が観測スポットとして残した印であると思います。この観測スポットから吹上浜に向かって立つと、ちょうど東から西を向いた方角になります。正面の石と石が作り出している空間を使って古代人は、春分から夏至の夕日の太陽が落ちていく様子を観測していました。春分と秋分の頃、夕日は左の岩の角の上に落ちていきます。実は、春分と秋分の頃の朝日が昇る方角はほぼ真東であり、日が沈む方角はほぼ真西であり、方位を360度で考えたとき、東が90度と西が270度の対角線上で向かい合う関係となり、覚えやすいです。この場所の観測は夕日となりますので、朝日で見せた図とは反対側に太陽が移動していきます。初めて迎える次の夏至でしたので、夏至の頃の太陽が岩倉の石にどのように落ちていくのか、期待と少しの緊張の中で見守っていましたが、吹上妙見神社の巨石群の夏至の頃の観測はとても面白い発見の連続でした。太陽が地平線に近づくにつれ、岩がへこんでいる部分に落ちていくのが見えるでしょうか。この時が来るまで岩にへこみがあることには気づいていませんでしたが、岩の形は夏至の頃の太陽が沈む形に削られているように見えます。岩の形と太陽の位置をよく見てみましょう。何かに気づかないでしょうか。岩の凹凸が夏至の頃に太陽が沈む位置を示すかのように線を描いています。夏至が過ぎて、2024年度の秋分の頃、再び太陽は左の岩の角の上に落ちていきました。冬至の頃の夕日のタイムラプスです。冬至の頃の夕日は残念なことに竹やぶに隠れてしまいます。しかし、それ以前に岩には冬至の頃の太陽観測の痕跡がないように見えます。春分と夏至には、あんなにはっきりと印があるのにどうしてと、最初は不思議に思っていました。その答えは別の回でお話しします。さて、この妙見神社の巨石群がいつの時代に築かれたのか、多くの人が気になるところではないでしょうか。吹上妙見神社自体は13世紀、薩摩藩を治めた島津氏によって創建されたと伝えられています。しかし、この巨石群の起源については、詳しい調査が行われていないのが現状です。実は、同じく太陽観測の痕跡が多数見つかっている遺跡が岐阜県にも存在します。下呂市にある金山巨石群は、妙見神社が13世紀に創建されていますが、巨石群は4500年以上前の縄文時代から存在していたことが分かっています。この事実は、神社の創建と巨石群が作られた時期が必ずしも一致しない可能性を示唆しているのです。実は、この吹上妙見神社の巨石群の北側からは、日本神話で天孫降臨されたニニギノミコトにまつわる伝説の地を目にすることができます。それは、現在大名鞭神社として祀られている場所にある千本楠です。ニニギノミコトが妻の木の花咲夜姫と一時的に暮らしていた場所が、現在の大名鞭神社のあたりであると、神社の由来に伝えられています。また、ニニギノミコトが木の花咲夜姫を見初めた場所は、日置市吹上町の隣にある南薩摩市でした。日置市は、神話の時代にまで遡る古い歴史を持ち、ニニギノミコトに由来するとされる土地や遺構が複数存在します。さらに、近隣では6000年以上前の土器も発掘されており、古代より人が暮らしていた痕跡が確認されています。そのため、吹上妙見神社の巨石群が作られた時期についても、神社が創建された13世紀ではなく、縄文時代に遡る可能性も否定できないと考えられます。吹上妙見神社の巨石群の太陽観測は楽しめましたでしょうか。妙見神社の太陽観測の痕跡は、まだ多数残っています。少しでも楽しめましたら、いいねのボタンをいただけると嬉しいです。チャンネルを続けていく助けになります。岩戸開きを待っている岩倉は、妙見神社の他にも、
まだあります。興味がありましたらチャンネル登録をお願いいたします。